ででん、人見知りがより加速。誰だお前みたいな人生のどん底なんで、もう家族もう大反対ですよ。なんで生きてるんだろうみたいなレベル、世界が終わると思ってるんでこんにちは、改めまして瀬戸環奈です。今日もよろしくお願いします。今日は私の今までの人生についていろいろ振り返っていけたらいいなと思います。本日一緒にいてくれるのは私の相棒アローです。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。だそうですそれでは今日もやっていきましょう。よろしくお願いします。グラフ作ってくれたんですよね。はい、何でしたっけ、ライフチャート、瀬戸環奈のライフチャートででん、こんな感じになります。これは上が幸せみたいなです。下がよろしくない感じになってます。ちっちゃい時からだいたい今の21歳まで、最初は幸せ野郎なのでただのなんか私上に兄弟もいて末っ子だったんで、すごい可愛がられてて、保育園とかに行ってたんですけど、友達も多かったし、嫌な記憶が一個もないです。小さい時の記憶、嫌な記憶一個もなくて、今もつながってるんで、保育園の友達とは。それすごいですね。だからそう今もすごい仲いいから、結構振り返って話すこと多いんですよ。あの時こうだったよねみたいな。だから記憶がある方だと思います、幼少期の。お母さんと週末ライブハウス行ったりしてて、インディーズのバンドが好きだった時期があって、2人で追っかけてました。それ何歳ぐらいの時ですか？もう保育園とか幼稚園の年代です。ライブデビュー早いですね。ライブデビュー早いと思います。ギター始めたのは何歳でしたっギター始めたのが、小学生です。け？その時に好きだったインディーズのバンドの方がずっとかっこよくて、憧れでギター始めてるんで、ここはだからその人を推してます推しがもうここでいるんで幼少期はそんな感じなんですね。そうです。周りの人間関係が変わらないんですよ。保育園が縦割りだったのもあって、保育園が縦割り？年少と年長さんが一緒なんです。だから上の人は下の子のお世話をするし、下の子は上の子を見て育つみたいな感じ。いい保育園ですね。そうなんです。だからちょっと空気感独特で、その代わり同世代が少ないんですよ、多分他の子たちより。確かに。で勉強とかも保育園だとしないんで、あからさまに小学校でつまずくよねっていうところで、この人見知りがより加速するっていう。怖いんです、男の子が。優しい男の子しかいなかったんで、保育園に。そう喧嘩とかもしないしっていうところで、人見知りが加速し、ちょっとやばかったですね。もう外ででもだからお母さんの足に隠れてみたいな。小学校で？そう、誰だお前みたいな感じの。学校行く前にみんなで行くんですよ、朝集まって。一人もう引きずられて学校に行くぐらい。それ小学校何年生ぐらいまでですか？私は 1,2 年がひどかったかな。 3,4 年になるとやっぱちょっと変わってくる。で大体高学年4年5年ぐらいで、このままじゃ私ほんとダメだなみたいな。 1,2 年とかの時にいじられることがまずもういじめられてるみたいな。ただいじられてるだけなのに、私今いじめられてるみたいな風に捉えちゃう。もうヒロインぶっちゃってそうヒロインぶっちゃってて、これだともうガチでいじめられるなって、なんか4年の時に思って、人生ずっといじめられそうだなって。そこで
メンタルを強くしようって思っていろいろなんか委員会とかやってみたり人前に立つ機会を増やしました自分で。それまではもう全然学校で人前に立ったら顔真っ赤だし手震えるし声も出ないし挙句の果てには泣き始めるしみたいなド陰キャでした。でもめっちゃ意外ですねそれ。めっちゃ今からは考えられないですね。だから強くなりましたね意識的に変えてました。だから黒歴史がいっぱい小学校後半から中学校は。例えば委員会とかもチャレンジするんですよ。だから音読とかさせられるの。放送委員会やるんだったら音読で人数絞るみたいな。人気だから。そうへえ。選抜されるってことですね。そうそれで上がり症なんで声震えるわもう読めないわで漢字も苦手だし選ばれないってなった時に変にプライドがあるんで悔しくて泣いちゃうとかみんながみたいなこれだけで泣くのみたいなのとかいろいろありました。もうでも自分でしっかり追い込んでいくタイプだったんですね。なんかそう追い込まないと人に追い込まれて自分が死んじゃうと思ってなってました。ちっちゃい頃っていじめがあったりなかったりみたいな、そういう人との衝突が、多少なりともあったんであそこで舐められたら弱肉強食じゃないけど舐められたらいけないんだ自分で思ってだから部活もそれで入りました。ミニバスケットとかも別にバスケがやりたいからとかじゃなくてってことですか？じゃなくてです。カーストとかがまだ気になるお年頃なんでカーストが上の女の子って大体部活やってるんですよ体育会系で。これは私が頑張らなきゃいけないんだと思ってやりましたね。鍛錬の時期鍛錬の時期が小学校から中学校ちょっとずつ鍛錬してました。その鍛錬のおかげでバレーボール部にも入れてバレーボールに入ったのもその先輩の影響があるんですよ。ミニバスの先輩だった人たちが中学校上がったら要するにもうバレーボールにいるんですよ。で入りなよみたいな久しぶりみたいな元気してるみたいなうっすわかりましたって言ってバレーボールに入りました。なんかやっぱここら辺から私男女のそういう目覚めもあるんで思春期的なあれでだからやっぱ一番思い出があるのが中学校だから楽しい思い出もあるしその分葛藤してた部分もあったのかなって。なんか話せるエピソードあります？その時の中学校メンタルひよっこすぎてふと言われた言葉ずっと気にしちゃうみたいな。初めてそのつけた下着とかもでかかったんで周りより体のコンプレックスもあったし無駄に自分で強くしたからプライドがすっごい高くて舐められるの本当に好きじゃなくてみたいな変な強がりがあったりとかして女の子同士で揉めやすかったです。一番ひどかったのは中学校のクラスの女子ですんごい揉めてて。何で揉めてたんですか？覚えてます？もう入りしょうもないです。〇〇ちゃんたちが睨んできましたみたいな言いがかりをつけられるんです私がね。つけられやすいってことだ。そうそんなことしてないですみたいな。生まれつきですみたいな目つきが悪いの生まれつきなんですけどみたいな。じゃあ私小学校からやり直してきたらいいんですかみたいなもうそんな感じで青春みたいな感じの女の子じゃなかったから一足こうやって去っちゃうしもう授業こうやってペンくる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 みたいなただ先生と仲良くできるタイプだったんで成績は良かったです提出物も出すし。そう部活の楽しさは、中学その最後の大会が終わるまではこの楽しさもありつつこのトラウマががっつり入ってくるっていう人生のトラウマ
人生のというか当時の私からしたらこんなこと実際にあるんだぐらいになっちゃうんですけど、学校が終わって一人で帰って両親が共働きなんでお家に帰ってもまあ親がいない状態だったんで、その日たまたま早く帰れて、でもなんか走って帰るみたいな、もう友達と遊ぼうみたいになって走って帰ってお家開けて準備して出ようと思って扉閉めようとして振り返った瞬間に知らない男の人が立ってて、当時身長多分伸び始めてて後ろの方いて、その私で多分すんごい見上げてたんですよ。だから多分180超えてて、家の玄関にいたんです。振り返ったらガチですガチです。扉を押さえてこうやって立ってて、そう普通にで、あ、これは誰ですかみたいなまず誰ですかってなって、あ、まずいかもしれないってなって、体育会系だったんですんごい声量出るんですよ。いやーって言ってなんかよくわかんない言葉出しながら、その時教科書とか全部入ってるカバンを背負ってたんですよ。そうカバンをバーンって投げつけて、多分そのテンパったのかそのままパーって逃げてったんですけど、もうそっから私が一人でお家行けなくなっちゃって、っていうのがガチトラウマです。思春期にそれが起こると男性への信用がゼロになります。まずなります。そう、それがあって、ここがあってから私多分その男性に一歩引くようになってます。怖いとかじゃなくて信用がない。でこれがまあ引きずりながらもみたいな、引きずりながらちょっと上がるんですけど、まあ、結局ここら辺でまあそういうトラウマがありつつで、ちょっとその恋愛も進行形で、トラウマあって高校入って恋愛とかはできたんですか？できなかったです、ね、できなくて中学の頃の彼に依存しちゃってたんです。だけどもうその人にも信用がなくなっちゃってるんだけど、その時に支えてくれたっていうのがあって心の支えになってたからすんごい引きずっちゃって、中学で別れちゃったんですけど、ずっとずるずる引きずって、ずっとなんかもうここが暗黒、なんかここら辺暗黒時代です高校からアルバイト始めて社会が広がるんですよ。こっからいい方に転がっていきます、人生が。結構グイって上がってますね。なんかお金も手元にあると自分が行きたいところに行けたりやりたいことができたりで、オタ活にハマってがっつり 100%。 そう 100%。 なんでかっていうと高校2年ぐらいになった時にバスケのヘルプをしながらそのバイトをしてたんですよ。バスケ部のヘルプ。そうです。だから午前中ヘルプ行って午後バイトして夜までみたいな恐ろしいそのスケジュールを組んでて、でそうやって動いてると人間結構働いてたりするといい方に行くんですよね。余計なこと考えなくて、なるほど。で病むことが減って、で高校の後半で新しい出会いもいくつかあって、でなんかいい感じにみたいな。部活、バイト、オタク、寝る暇ないぐらいじゃない？だから私学校で寝てました。眠り姫って言われてたんです午前中って予言あるじゃないですか。であれの、1限はもううとうとしながら友達と喋って、2から4寝てるんですよ。堂々と寝てました。枕持ってってたしそれは攻めてますね。そうなんです。ちなみにその時のバイトは何してたんですか？バイトは歯科助手がメインでした。高校から結局ここに来るギリギリ20歳になる手前ぐらいまでやってましたね。長かった。ずっと同じところでやってたんですか？そうです、ずっと同じところでやってました。年上のお姉さんが多くて、やっぱ同い年がいないんで
ただその分価値観がそこで変わったかなっていう。アドバイスが的確そこでそもそも、胸とかがコンプレックスだったのがあだ名がメロンちゃんになって、それ家宝だからみたいなマインドがもうそれ家宝だから大事にしなみたいなプラスに捉えられ始めて、で可愛いんだからみたいな、もっと自信持ちなよみたいな感じで仲良くなってましたね、お姉さんたちと。お姉さんたちに会うまでは結構その自分の体のこととか、結構コンプレックス感はあったんですか？コンプレックスでしかなかったです。なんかブランドっぽい感じ。なんかそのじゃあ例えばこの中学高校ぐらいで告白してきても、体目当てだろみたいな感じになっちゃう。どうしてもその私のどこが好きなんだろうみたいな、もともと自分に自信がないから、そういうところを見られてるのかなって思って、あんまなんかそこも男子にプラスがなかったですね。男子の印象がからオタクが加速してだからこその表現がオタク度 100%。 そうなんです。本当にオタクすぎた。高校の最初とか異常でしたね。自分のインスタのストーリーでオタ活かっこいい写真とかを載せたい時期なんですよ。もう米粒みたいな推しの写真が死ぬほど載ってるみたいな。今となっては何してるか分かんないけど暇だったんだなと思って、で現場行ったりで、このオタクの高い時は一番思春期なんでめっちゃ親と揉めてました。バイトで夏休みとかは20近く稼いでたんですよ。正社員よりも働いてるみたいな。バイトで現実逃避してました。なんかその大学生とかのマインドを早々に吸収するっていう、高校生とか。今考えてちょっと透かしてたそうグラフ無視してここら辺からもうすんごい高くなっちゃって、プライドが。なるほど。確かにこれはプライドのグラフじゃないから。そうなんですよ。プライドのグラフとしてはもうこっからもうこうグラフ超えていくみたいな。プライド高子でした。ちなみにその高くなったプライドがいいやみたいになる瞬間はあったんですか？あります。めっちゃここおー、じゃあそっちの話いきますか。高校出てからがきつかったっすね。ガクン下がってますね。一番下ですね。トラウマ期ぐらい？トラウマよりも下かもしれない。ここで、そのトラウマがあってこそのちょっとした恋愛とかもあって、めっちゃ闇期に入っちゃって、もう部屋真っ暗、号泣、お母さんに電話、なんで生きてるんだろうみたいなレベル。本当に。それはきっかけは恋愛で？恋愛もだし、あとコロナがここら辺なんですよね。オタクもコロナだからすごいいろいろその現場とかはないけど楽しめた。配信いっぱいありましたね。そう楽しめたんですけど、その分自分の時間が多いのと交友関係がストップしちゃうんで病みやすかったっていうのはあります。オタクでごまかしてた感はある。ちょっとこの闇期が。何が一番、でも恋愛ですかね。うまくいかない、薄っぺらいって言われました。絶対信じてないでしょとか、上っ面だけで付き合ってる感があるみたいな、何考えてるかわからないみたいなことを言われて、みたいなあとその周りが出会いがそのお盛んな時期なんですよ。もう猿ばっかりで年齢的にそんな感じで全部嫌になっちゃって、オタ活も一回やめちゃうんです。ここで平気に行っちゃったんですよね確かにリアルタイムの推し活がなくなっちゃって、なんで推してんだろうみたいな。で迷走しちゃって、別のグループもハマってたけどそんなに推せなくて、多分この時が一番エネルギーがない、生きるエネルギーがここで
なんかこのままだとまずいってなって、人生をなんかこのまま終わる気がするみたいな。でこの時私友達も結構連絡途絶えてたんですよ。おかしくなりすぎちゃって、病みすぎて、もう SNS も病んでるし、もう真っ暗なやつのところにちっちゃい白いフォントでぐちゃぐちゃぐちゃって書いて、見せないのに乗っけるみたいなことをめっちゃわかります。そう闇期の女の子って本当典型的なことしかできないから、バイト先のお姉さんたちが大丈夫って言ってくれてるのに無視みたいなのが続いて、連れ出してくれたんですよね。ご飯とか飲みの場に未成年だけど自分は飲まないけど誘ってくれる、いっぱい食べなよみたいな、話聞くよみたいな、誕生日のお祝いとかいろいろみんなで集まる機会が多いグループだったんで、いろんなお姉さんに可愛がられて、でその時に表に出るお仕事を一回やってみたらみたいな、その自己満でしか楽しんできてないけど可愛いし、そのルックスが武器になる、人前出る仕事やってみたらって言われて、その時になんでか分かんないんですけど、私アイドルになりたくなかったんですよね愛嬌を振りまける自分を想像できなかったんです、その時。なるほど。自分が幸せじゃないのに人のこと幸せになんかできないよみたいな、なんか自分のことで手一杯すぎて声がかかったのがグラビアみたいな。ただもうだから学校も辞めてるし、でバイトもほぼほぼ行けてなくてやばいってなってて、お金がね、その時にちょうど決めかねてる時、どうしようかなみたいななってる時に充電がなくなりましたね。はい、充電します。すいませんね、ありがとうございます。お腹が空いちゃって失礼しました。うちのアローがせっかく人前に出るんだったら人生変えたいなみたいなところはあったんですけど、どん底なんで人生のどん底なんで、とある方が言ってた2025年の夏に終わるみたいな、世界が。7月のそう予告、なんか漫画、そう漫画かなんかの予言かなんかが、すんごい流行ったんです。みんなが言うから、ガチなんだと思って世界終わるんだったらちょっとやりきってみてもいいかもみたいな、ここでミスってもいいからやってみたら人生変わるんじゃないかと思ってやってみちゃおうかなみたいな感じで決断しましたね。そのきっかけが7月のそう大予言ってこと大予言があって、そうみんな終わるんだったらいいかもみたいなみんな終わっちゃうんだったらね、人生変わるならここかなみたいな、もうこれ以上普通になんか仕事してとかが絶対無理だと思って、ここで大予言のおかげでここまで今上がってますね皆さん感謝してください大予言に、ね、そうだから私去年の夏結構ハラハラしてましたよ。夏以降のスケジュール入るじゃないですかどうせ来ないのにとか思いながらその日なんか来ないのにとか思いながら予定入れてました。ここで戻ります、大人への信用がだいたいこういうお仕事に来る子ってやっぱどん底から来る子多いじゃないですか。そこを味わってないと乗り越えられないものってやっぱあんのかなって、ちょっとその昭和チックな考えですけど思ったりしましたね。なるほど。どん底知ってるからやっぱいくらでもきついのを乗り越えられるのかなみたいな、今でも思います。あの時よりいいなみたいな。その時にかけられた言葉とかで覚えてる、印象に残ってる言葉とかあります？自分のことを分かってるのは、一番分かってるのは自分だからみたいな、その現在進行形の感情まで分かるのは自分しかいないけど、ただ
自分のことを気づくために人が必要みたいな、人がいないと気づけないみたいなことは言われたし。それは誰にかけてもらった言葉なんですか？誰だっけあとまああれですかね、そのどん底にいる時は自分の心が暗い時に暗い場所にいちゃダメとか、逆に自分の心がだから元気な時にそういう心が暗い人と一緒にいると引っ張られちゃうよとか、そういうなんか具体的なアドバイスとかをもらってた気がします。あと私なんかネットモがいて、長文を送り合うネットモがいて、オタクのこれで出会って、そこで価値観めっちゃ話し合ってましたね、読みながら。今となっては病むとか全然ないですけど、逆に病まないようにする努力はしてます。これやったら病むなとか、これ以上言ったら病むなとかは分かるんで、もう事前にね。そう病んだ分先生がもう搭載されたんで、それはあります。メンタル維持です。そう、アローはメンタル維持です。家に一人でいる時に余計なことを考えないようにしたいってなって、この子が走り回ってるのをただ追いかけてたりします一緒に何か遊ぶっていう概念はないので。そうですよね。そうなんです。抱っこしたら寝ちゃうんですよ。だからその目が合わないように物陰から追いかけるっていう謎の遊びをしたりして自分の心をキープしてます。作品撮って世に出るまでめっちゃ読みやすいの。読みやすい。結構女優さん言います、読むよねって。なんでですか？撮った事実しかないからですかね。世の中の反応が分かんない。それが出た時に撮ってこれが世に出るんだみたいな不安。あと周りの女優さんもそうだし、交流がないです、業界の人と。それ言ってましたね。だから正解が分からない。演技面とかお仕事面もそうだし、 SNS の正解が分かんないんですよね。公開されるものがないから。そう AV 女優としての SNS は動かせないんで、もうずっと作品だけ撮るみたいな。確かになるとやみますね、大体。これが世の中に出て、もし身近な人にバレたらどうしようとか余計なことを考える時間が多いんで、めっちゃ私も不安にはなってた。グラビアがしょっぱなあったんで、私そんなでしたけど、しょっぱな AV はきついと思います。あとファンの人がつかないとやってる意味があんまないかも。やりがいがないから難しいと思います。今となっては上がってますけど、始まってちょっとまではもうここです、ずっと。それはそうですよね。そう、ずっと病んでる。ずっと病んでてデビューしてどのくらいだろう、1月デビューなんで3月ぐらいからですかね、メンタル上がり始めたの。ファンの人に初めて会ったりとかして、2回目とかで会わないと心開けないんで、全員初めましてだから。なるほど。仕事始まってファンの人と出会って自己肯定感が上がりました。自分の中の肯定感も上がったし、上手になりました。自分を自分でなんかご機嫌取るのがあと人とやっぱスタッフさんとか女優さんもそうだし、いい人と出会うとやっぱいい方向に転ぶなっていうのがあって、ここで多分出会う人減ってるんで、逆にここで増えるとその分上がっていったかなっていう感じです。だからここがね、暗黒期が結構分岐点ではある。上がり始めて1年もうすぐぐらいか。そうです。今なんかデビューしちゃったみたいなくらいだと思う。その情報出ちゃったみたいな。ネットで今騒がれてる時期なんで、ちょうどそうですよね、 SNS がパーってなってる時なんで、どうすんだよこれって私パッと出てもうパッとやめようみたいな。
でやめようっていうか世界が終わると思ってるんでベース世界が終わる前提でやってるからだから話題になっちゃったなみたいなっていうかじゃあ YouTube 始めるタイミングってちょうど世界終わる時だったじゃないですか、そうなんですよ。だから世界が終わらない気がしてきちゃってなんかあれ世界やばい終わんなさそうってなってやばいどうしようみたいな、予定では終わるはずだった私のストーリーが続くんだみたいななっちゃって、世界が終わるっていう情報がなかったら私ここにいないですじゃあもうそう今瀬戸環奈がこの場にいるのは、あの予言があったからですね。そうなんですよ、大予言のおかげマジで。だから忘れられないと思います、2025年。本当ですね。はい、もう死ぬまで忘れない。ここら辺ねで激動ですよね。人生真ん中がない平凡に生きれてない感じがしますね。でちなみに今撮影してるの1月ですけど、ちょうどデビューして1周年じゃないですか。確かに。でこの1年はどんな感じになりそうですか？こっからは。こっからなんか高いところキープかもっと上がる気がします、自分の知ってる10が10じゃないかもしれないなとは最近思う。もっと上があるのかなってちょっと楽しみなところではあるんですけど、どうなるか。いやもうどん底はないかなってここの底辺はもうないかなって思うから、いい意味でそういう恋愛とかも離れたんで距離ができて、家族との距離が縮まり、この仕事始めてから家族の距離がギュッてなったんで。始めてからなんですか？はお母さん全然公認というか応援してくれてますよね。い。いやSNS でバズってバレて、あ、そうだったんですね。もう家族もう大反対ですよ。大反対です。そりゃそうですよね。そうです。兄ぐらいかな肯定してくれたのそうなんですね。家族すごい仲が良くて、でご家族みんながなんか瀬戸環奈のことを応援しているみたいなお話を聞いてたんで、最初からそうだったわけではないんですね。はい、みんな泣いてますね。やっぱそうなんだ。でもなんだろう、私のマインドが多分世界が終わるぐらいなマインドなんで、なんかあっけらかんとしすぎて困っちゃうみたいな、家族がああいうことになっちゃったんでしょうねみたいななんかもう決めちゃったし取っちゃったし条件出しますみたいな、これでそんなになんかそのお仕事として成立しなかったらすぐ辞めてまた学校とか行きますよみたいな行くとその日があると思ってないんで、世界が終わる前提だから、もうそんなねその未来なんかないと思ってるんでだから学校でも何でも行きますよみたいな言ったら、もう親がやるならとことんてっぺん取ってこいって言ってくれて、そう今があります。かっこいい。そうなんですってな感じで、最初は隅っこで本を読んでるような人見知りがいろんな障害物を超えオタクになり、地獄の闇期から這いつくばって抜け出そうと大予言を信じてグラビアをやり AV 女優になり、ファンのみんなと出会い、ここまで幸せになりましたという私のライフチャートでした。いかがでしたでしょうかまさかの大予言で、なかなかね多分いないと思います。大予言の話は、はい、これまでしてなかったですよね。そうですね。だってバカじゃんポンコツじゃんそれこそ。だからちょっとあんまり言えなくて、今までのそういうインタビューとかなんかいろいろ質問いただいてたんです。なんでなったんですか、きっかけなんですかって言えないじゃんまさかさ大予言でさね、世界終わるからやりきっちゃおうと思ってこれになりましたなんて言えないんで、ということで、私の人生こんな感じで安直に生きてます
生が続くことが決まったので、そうですね、上がるだけですね。本当にもう下は散々見てきたんで、上を見て進んでいこうと思います。てな感じで今日も見てくれてありがとうございましたね。はいチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。また見に来てください。よろしくお願いします。またね、バイバーイ。バイバーイかわいい、かわいいね。ぴよぴよ言います。こうやっていじめてる